こんにちは、アンナスです。今日は昔セリアで買ったここに刺繍しますっていうの結構ね気に入ってやってたんですけど、よく考えたらライブでやっててちゃんとその動画として編集したやつではちょっと一回もやってなかったので、もう一回これでなんか別の図案を入れてやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではこのトートバッグですね。去年結構ねやってましたね。でも全部ライブでやってたので、去年ねやってたやつはね雑貨の刺繍から結構やってました。このケーキがボナペティンバージョンもあるんですけど、そっちにケーキをやって、そうなので今日はやらないんで、もしよければこういう図案もありますよっていうので、あとこのラッパですね、なんていうホルンあんまり詳しくなくてちゃんとした名前わかんないんですけど、それがここに来たりとか、楽器系は全般ね太鼓とかも全然いけそうなので、あとね自転車をやってましたね。自転車もなかなかかっこよかったですね。なのでそのあたりをやってもいいかなと思って、この雰囲気とね雑貨の刺繍の本が結構合うので、今日は何するかっていうと、本ですね。本のブローチの図案があって、これです。これ後ろにも載ってるんですけど、この本の図案をここにで、ちょっとねブローチ用にちっちゃく絵を描いてたので、もうちょっと大きく拡大したやつを 120% 拡大したやつをちょっとここに刺そうかなと思います。では、図案を描いていきます。はい、では図案を写していきます。本じゃないトートバッグを半分に折って、でここに折り目、ちょっと待って、印刷がこれずれてますね。なんか印刷に合わせて印刷が中心じゃなかったなので、しかもこの印刷も結構ずれてる。100均クオリティだからしょうがないんですけど、ここですね。ここが真ん中も刺しすぎて折りすぎてわかんない。で、重なってると写りづらいので下敷きを挟みます。何でもいいです。で、図案 120% 拡大と、でチャコペーパーですね。チャコペーパーめくって、でこれをセッティングしないといけない。これもこの絵の中心だいたいこれぐらいかなっていうところに折り目をつけて、で真ん中の折り目と合わせてだいたい上下が均等になるようにして、で待ち針で留めます。でさっきのそのチャコペーパーを下に入れて、で細い方でなぞります。で直線の部分は丸定規とかなんか定規を使ってもらうと綺麗にできます。これ丸定規ですね。メガネの丸とかはまん丸なので、丸定規で写してください。では写せたので膜をはめていきます。膜を外して金具が上に来るようにセットして、でしっかりネジを締めてピンと張った状態を保って刺繍します。
でこういう持ち手のところが邪魔になってくるんで、こういうところは待ち針でちょっと留めておくと引っかからないですね。じゃあこれで刺繍していきます。はい、色はこんな感じの色を使おうかなと思います。これ裏表紙は緑とちょっとベージュですけど、中はねもうちょっとオレンジっぽい色も使ってますね。じゃあまずチューリップから刺していくので、チューリップ白で私は刺繍します。皆さんの好きな色を使ってください。針に2本セットして、で最初の刺し始めはちょっとこのお花の中に小さい波縫い入れるの大変なので、この本の表紙のあたりに波縫いを2つ入れます。で1つ前の穴に刺します。ちょっと白白であんま見えないと思うんですけど、こんな感じです。で出てるところをハサミで切ります。そしたら、刺繍糸じゃなくてチューリップは縦ですね。縦に真ん中に基準をまず入れて、で左右埋めて、だいたいこれぐらいかなっていう、好きなお花のサイズに刺繍していきます。はい、チューリップが刺せたので裏に絡めます。玉留めの代わりにこうやって裏に絡めるともうこれで絡まって止まってるので、こっちのが楽ですね、玉留めするより。で次は波縫いしないで裏に絡めて、もうこれで止まってるのでこの葉っぱを刺していきます。これも真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めていきます。でこれは茎を刺さないので、茎は一旦、本の表紙の色を埋めてから上から刺していくのでちょっと置いておきます。これ今刺しても縦に1本入れても埋もれてしまうんですよね。なのでちょっと開けておきます。はい、そして本の表紙を刺繍していくんですけど、このなんていうかな、四角でちょっと端っこがへこんでる形のこれを、ここの面をこのチューリップのサイズを避けながら刺していって、で終わってからまた横横に、外側の細い線を刺していきます。そうするとここに溝ができるようになるので、この溝の上をアウトラインステッチでなぞっていきます。なので一気に刺した方が楽なんですけど、後からサテンステッチの上にアウトラインステッチ入れるの結構綺麗に入りづらいんで、ここがねだから最初結構細かくて大変なんですけど、これをやっておけばアウトラインは綺麗に入ります。でこうやって端っこからも横横に刺していってください。さっきのチューリップとか丸いものは真ん中に基準を入れたんですけど、四角いものは端からで OK です。でチューリップに差し掛かったら手分けして半分に、途中から、右と左に分けて刺していきます。でなんか場所とかちょっと分かりづらいっていう場合は隣に刺さないでもいいので、こうやってガイド線を入れて間を埋めるみたいな感じで平行を保てるようにしていきます。
でこれでまず中の部分をやっていきます。はい、こんな感じでこの内側ができたので、外側も刺していきます。外側は中に刺繍が入っているんで、針は外から針を出して、手が上にいる時に同じ穴を狙うと刺しやすいです。こっちから刺すとその溝を狙うの結構難しいので、まず外から針を出して手が上にいる時に同じ穴っていう感じでやっていきます。で、上の部分はちょっと溝が作れないのでしょうがないんで、もうここは一気に上から足してください。で、もう刺繍する時にここかなっていう感じでできるので、ここに溝ができるからそれで感覚でやってもらえばいいかなと思います。はい、では表紙と背表紙ができました。なのでこの表紙のこの周りの線の部分を刺していきます。この角4つ、ここにこうへこんでる部分があるんですけど、そこはストレートステッチで OK です。なんですけど、今ちょっと曲がったのでやり直してます。で、ここの本に対して平行に刺していないとちょっと気持ち悪いので、これでここですね。もうここは全部ストレートステッチで刺します。アウトラインって書いてるんですけど、ここいちいちもう分けてるとすごい細かくなるんで、ここはもうストレートステッチでビシッとやっていって、ここの距離が長いのでここだけアウトラインですね。アウトラインステッチは1目作ります。2ミリぐらい。1.5 ミリぐらいで少し先に出して、この刺繍糸をギュッと押して糸の下に入れます。糸を割るとなんか変なステッチになってしまうので、糸を割らないように糸を押して糸の下に刺す。で、今ちょうど溝があるので、この溝を利用してやるとやりやすいですね。そのために頑張って細かくサテンステッチをやっていったので、今これがあるからやりやすいですね。で、端まで来たら、ほぼ同じ穴から針を出してギュッと押して糸の下に入れる。で、またストレートステッチでこうやってやっていって、反対側も同じようにアウトラインステッチでやっていきます。で、それが終わったら、この本の中身がここ見えてるんで、これ横横にサテンステッチをやっていきます。上の本ができたので、今度下を刺していきます。で、下の本の表紙のここの隙間は今埋めたんですけど、ここからこの後一気に渡すとちょっと長すぎるので、ロング&ショートステッチをやっていきます。名前の通りロングはね、だいたい1センチかもうちょい大きいぐらいの感じで、ショートなんですけど短くしないで、そのロングの3分の2ぐらいのサイズにしておいて、重なる予定のところを長い短いにしておきます。で、反対側のここの線のところは線の通りに刺してください。で、こんな感じで1段目ができたら、2段目はちょっと先に出して平行にザクッと刺します。で、まだもうちょっと重なる予定があるんで、出す場所を変えて、で、今ここに刺したんでちょっと場所を変えて刺します。
きっちり揃えるとサテンステッチみたいにふわっとこう溝ができてしまうので、溝ができないようにわざと刺す場所を変えます。でもここの右側の方は線があるので、線の通りに刺して、でこうやってランダムに長さを変えて刺します。その代わり平行にきちっと刺しておかないと、ちょっとでも斜めが入ると結構目立つので、こんな感じです。でこの後だいたい刺せたらこうやって穴開いてますよね。この穴は永久には閉じられないんですけど、ちょっと最初の1段目が薄かったりした人は特にこう刺すと隙間になってたりとかするんで、そういう人はこう上からどんどん埋めて、普通のサテンステッチの 1.5 倍ぐらいの長さに1.5 倍ぐらいの厚みになっても大丈夫なので、どんどん埋めていって、この影をなくしつつ色をしっかりのせていきます。こんなもんですかね。であとここもちょっと残ってるんで、今ちょっと糸が少なくても新しい糸出そうと思うんですけど、ここも横横にちょっと足して、であと背拍子とこの中で下のアウトラインという順番で上の本と同じように仕上げていきます。はい、では、本ができたので、今度メガネを刺していきます。メガネもアウトラインステッチで、カーブが多いところ、丸とかはちょっと細かく刺していくといいですね。でもしちょっと黒縁を太くしたい場合は本数を増やして3本取りとかにしてもらうといいかなと思います。今2本取りでやってます。じゃあこれで、はい、メガネまでできました。でお花やろうかなと思ったんですけど、なんかない方が可愛いかなと思って消しちゃいます。これチャコペーパーはお水で消せるんですけど、この消しペンでも大丈夫です。結構お水取りに行くのめんどくさい時にこういうので結構バーって消しちゃう時もあるし、あとこれのいいところはこうやって消すとお水みたいにジュワーってこうね、ここ1個だけ消したいのにお水だと全部じわっと広範囲で濡れてしまうんですけど、これは本当にこの消したい部分だけしか消えないので、なのでいろいろ便利です。ちょっと図案書き間違えた時とか、その一部分だけ消して、でちょっと乾けばもう上からチャコペン書けるんで、なのでこれ1本あると結構便利グッズです。最初に揃える時にはいらないかもしれないですけど、刺繍をずっとやってるとなんかこれ結構いいなと思って皆さん必須になってきますね。ということでこんな感じでちょっとこう賢そうな感じに見えますかね。なんか図書館行ったりとかこう、別に何でもいいんですけど本入れるのに、これちょうど入るので A4 も入るか、これ B5 だ、いいと思います。ということで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。